10年間、占い師のサービスを続けてきました。ある時は電話占い会社でトップも取っていました。のように過去を捏造する人もいるんです。ひろすぴ。こんにちは、ひろです。こんにちは、みのひです。ひろさん。はい。先日、AI 占い師について動画を撮ったんですが、はい。そういうのもある。だから、そういうのが嫌だって場合は気をつけて申し込んでねって話をしたんですが、はい。気をつけようがありません。わかりません。という声があります。はい。だって書いてないんですよ。私は AI 使ってやってますとか。さも今まで幼少期からいろいろ私は見えてきました。神様と一緒に育ってきました。普段も神様の声をいろいろ聞いていて、だからいろいろ人生すごいうまくいっています。その力をあなたたちにも使いたい。もっともらしいことを書いているんですよ。はい。どうやってこの人は本当にやっているんじゃなく AI なんだと見抜けばいいんでしょうか。ヒロさんだったら多分エネルギー的にわかるとかあると思うんですけど、普通の人わかんないじゃないですか。エネルギーで見るとか。ですね。だから、普通の人でもわかるような方法を教えてほしい。普通の人でもわかるように、うん。なるほどです。文字だけの人、テキストだけの人、テキスト鑑定のみ。鑑定方式がいろいろあります。はい直接会って鑑定するとか、はい。電話で話すとか。はい。通話とかね。で、中にはお手軽にメールだけとか、うんチャットだけとか、そういうのもある。はテキストだけの人。が何ですか？テキストだけの人は、そういう AI の可能性は高いです。リスクは高まる。まあ、100% じゃないけど高いです。理由としては、対面だったら、直接会って話しているときに、カチカチカチとかなんかだーとか見てたら、わかるじゃん。もう、やれないじゃんってことですね。そうです。普通に話しながらやるから、絵は見てる暇ないよねってことですね。通話の場合は通話の分も、通話の具合も、もう可能性は低いですね。話しながら、通常、電話持って話す？それとも、ズームとかですね。ズームとか。普通にリアルタイムにいろいろ聞きながら、AI に聞きながら答えるとかはできないでしょってことですね。そうですね。で、それに対し、テキストタイプ。テキスト、リアルタイムのチャットだったら、通話に近いから大丈夫？まあ難しいけど、まあそうね。テキスト一番AI の可能性が高いのは文字だけのやり取りですよね。文字だけでタイムラグがあるやつですね。そうですね。チャットですぐ質問してすぐポンって返ってくる。それは通話に近いって感じですね。そうですね。こっちが質問をして、何時間後とか1日後、2日後とかに判定結果が返ってくるようなタイムラグがあるやつですね。どうやって占ってるか一番わかんないもんね。まあ、下手したらね、その占いからすると、AI なんて誰でもできるから、もしかしたらね、5人ぐらいで占ってる可能性があるけどね、占いとは言わないけどね。だってその人がやらなくても別に誰やっても同じだから結果は。5人で一斉に同じのを占うとかじゃなくて、アルバイトみたいな感覚。そう。なるほど。今日は何々さんの出勤だから、じゃあ何々さんが担当して、みたいな。そういう感じね。でもできますよね、AI だと。できます。という感じで、まあ、自分がもし見てもらうとしたら、鑑定してもらうとしたら、そういうテキストだけの人は見てません。今の言い方でテキストだけみたいな。それは対面で受けなきゃいけないじゃなく、対面鑑定をしている人だったら、その人のテキストサービスも大丈夫だろうっていう意味合いで取ってるんですか？そうですね。なるほど。時間取れない人がいるんで、その人が対面やったり、通話でやってるかどうかっていうのをヒロは確認します。そういうのをやってる人であれば、対面とかをやってる時のスタンスと、テキストタイプのサービスの時のスタンスをガラッと変えるとかはないでしょうってことですね。そうですね。特に AI 使った文章になると、なんかすっごい、
長くて流暢になりますしね。まあ、そうね。テキストの時にこんな風に、まあ、サバサバ普通に話しているのが、テキストの文章になるとなんか、何千文字だーとか、すごい丁寧とかなったらおかしいですもんね。で、判定、ある程度の目星がつく。そうですね。うん。それと、うん自分でもできる、AI 裏に騙されないようになると思います。はい。じゃあ、テキストサービスだけでやっている人の霊視鑑定とかを申し込むんだったら、まずは自分で AI 使って聞いた方がいいんじゃないって感じですか？いや、やらない方がいいですよ。いや、見てもらいたいなら、はい。ちゃんと対面通話やってる人に申し込んでくださいって感じ。じゃあ優先度としては、自分で AI で調べると、AI で占ってもらうよりは、まあ、ちゃんと見てもらう一体っていう意識が強いんだったら対面とか通話とかの人に見てもらう方がいいってことですか？そう。その人のテキストサービスを申し込む。の方がいいです。聞いていて、人によっては、私がいつもお願いしてた先生は、テキストサービスしかやってないんですけれども、私その先生好きなんですけど、どうしたらいいんですか？好きにすればいいと思う。好きにしてる。好きにするといいと思うね。今まで受けてて効果があるならいいんじゃないですか。私が好きな何々先生は、なんか AI とかあんまり使いこなせてる感じとかなくて、大丈夫ですか？いや、まだ大丈夫なんじゃないですか。その先生がどんな人かはわかんないけど、大丈夫なんじゃないですか。AI とか使いこなしてないんであれば、もうね、前からやってる人ならね、いいかなって感じはするけど、でも前からちゃんとやってる人は大丈夫って表現した方がいいよね。ちゃんとっていうのはどういうか。適当にやってる人も世の中いるみたいなんで。でも、客目線だとよくわかんないです。まあ、とりあえず、テキストだけの人には、ちょっと疑ってからった方がいいかなって感じですね。からずっとやってる先生で、スタンスが変わってなければ大丈夫ですかね。AI って10年前からバリバリ広まってるとかじゃないじゃないですか。10年前からお願いしてる先生が、今も同じような感じの回答をスタイルだったら、多分変わってないですよね。なんかある時期から随分言葉が流暢になったなとか、あれって思ったらそれはちょっと怪しい。そうね。注意するべきは、期待の真に、ちやほやされた人は危険かな。その人が文字しかやってなかった。はい。AI、バーッと広がったの、2、3年ぐらいですね。そうですね。じゃそこぐらいの基準に考えるのでもいい。そうですね。その辺からなんか一気に目立ってきたなとか、新しい人の場合ちょっと疑った方がいいかもって感じですね。でもね、ここならとかでよくあるんですけれども、ここならのサービスは最近始めました。でも私は10年間占い師のサービスを続けてきました。ある時は電話占い会社でトップも取っていました。のように過去を捏造する人もいるんです。いや、その人がここならで通話やってるかどうかで判断できますよ。でもここならのアカウントは最近始めたばっかりです。いや、ここならのアカウントを最近始めても通話できるわけじゃないですか、ここならでも。通話ならいい。じゃあ、通話は書かない。占いサービスを10年やってきました。テキストで。で、ここなら最近始めました。インスタで最近始めました。だけあって前のアカウントは消えたんですけれども、最近また新たに始めました。でも今まで5万人ぐらい見てきました。いや、何人見てればその人はやらない方がいいよ。ごめんなさい。ヒロだったらやらないです。やらない。新しい人ちょっと疑ってみた方がいい。新しい人って別にちゃんとね、ここならで通話やってる人もいるし、ホームページとかで持ってて、ちゃんとやってる、対面とかやってる人もいるんで、そういう人かな。同じお金を使うなら。じゃあ、テキストだけの人で、これどうなんだろうって思うよりは、対面とか通話をやっている人を優先に見た方がいいって感じですね。そうですね。なるほどね。はい。それならすごいわかりやすいです。はい。
まあ、今までお願いしている先生は、まあ、好きだったら、まあ、それでいいんじゃないかって感じですね。そうですね。はい。ということで、こういう場合どうしたらいいんでしょうとか、疑問とかあったらぜひコメントで教えてください。まあ、占いを受けるからには、納得いく占い受けたいですよね。先生は信頼できるって感じで、そうですね。納得感欲しいですもんね。うん。この先生もしかして AI だったのかなとか、みたいに思いながら鑑定結果を受け止めたくないですよね。でも払うならね、これだけの書いてあるものに、お金をね、払ってください。見てもらった方がいいです。はい。はい。というような形で、満足いく占いライフを楽しんでいただければと思います。動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。スピリチュアル系オンラインサロンヒロサロ。スピリチュアルを気楽に楽しく実践し、人生を豊かにするためのオンラインサロン。毎月のズームセミナー、月3回のズームお茶会、サロンの中のエネルギールーム、各種コミュニティ、その他様々なアクティビティであなたをお待ちしております。